澄んだもんなのだ。今回一緒に見ていくのは、太平洋の赤道近くにポツポツと島が広がる国、キリバスなのだ。美しい海に囲まれた島国だけど、海面上昇や気候変動の影響を強く受けている国としても知られているのだ。今日はそんなキリバスと同じ太平洋地域にあるパプアニューギニアからあらゆる可能性を引き出すインクルーシブな職場づくりのニュースを中心にお届けするのだ。障害のある子どもたちが教育や仕事の場から取り残されないようにする取り組みが進んでいて、 CTE のエデュケーションアウトラウドという仕組みを使って市民団体と政府が一緒に制度づくりをしているのだ。車椅子を使いながらホテルで研修生として働くケリーさんや、法学を学んで障害者の権利を守ろうとしているビアンカさんなど、若者たちが学びと仕事を通じて可能性を広げている姿も紹介していくのだ。キリバスを含む太平洋の島々でこうした動きがどんなヒントになるのか一緒に見ていくのだ。それでは最近のニュース3本の中から一押しのトピックをチェックしていくのだ。キリバスは赤道付近の太平洋に点在する33の環礁からなる国で、首都はタラワなのだ。1979年に独立し、大統領を中心とした共和制なのだ。人口は約12万人で、漁業やココナッツ加工が主要産業、歌やダンスの伝統文化が色濃く残るなのだ。近年は海面上昇による気候変動対策が国際的に注目されているなのだ。一つ目のニュースなのだ。あらゆる可能性を引き出すパプアニューギニアの包摂的な職場づくりへの取り組みという記事なのだ。パプアニューギニアでは障害のある子ども約120万人の多くが早期発見や支援を受けられず、学校のバリアフリー不足や教材、教師の体制不備で中退してしまう課題があるのだ。そこで CTE のエデュケーションアウトラウドの支援を受けた市民団体 PEAN が政府と協力してインクルーシブ教育と雇用政策の改革を進めているのだ。車椅子利用者のケリーさんがポートモレスビーのヒルトンホテルで研修生として働き、法学を学ぶビアンカさんが障害者の権利擁護を目指すなど、包摂的な職場と教育が若者の可能性と経済成長を生み出しているのだ。CTE は2010年以降5200万ドル超、直近では1190万ドルの支援で、特に障害のある子どもなど周縁化された子どもたちの学びと就学完了を後押ししているのだ。二つ目のニュースなのだ。来訪者数が減少したにもかかわらず、2025年10月の訪問者支出は増加という記事なのだ。2025年10月、ハワイ州のビジネス、経済開発、観光局 DBEDT が観光統計の速報値を発表したのだ。ハワイ全体の訪問者数は74万9095人で前年同月比 2.9% 減ったのに、観光客の総消費額は17億ドルで 6.7% 増えたのだ。1人1日あたりの支出が277ドルと 12% 増えたことが要因なのだ。米本土西部から38万4159人、東部から17万2461人が訪れ、それぞれ総支出は8億5610万ドルと4億7830万ドルで2桁増加なのだ。日本からは7万991人で 16% 増え、1億370万ドルを消費したのだ。2025年1、10月累計では、訪問者803万7265人、消費額178億7000万ドルと、前年よりわずかに人数増、支出 5% 増となったのだ。3つ目のニュースなのだ。サモア、PACER プラス実施取り決めの第2段階に調印という記事なのだ。2025年11月27日、ソロモン諸島ホニアラで開かれた PACER プラス閣僚会合で、サモアのファタ、ライアン、シュスター商業、産業、労働、通商交渉大臣が、開発、経済協力 DEC の実施取り決めフェーズ2に署名したのだ。
PACER プラスはサモアなど太平洋島諸国11カ国とオーストラリア、ニュージーランドの地域貿易協定なのだ。会合では今後5年間の DEC 計画に対し、豪州が2320万モードル、NZ が1000万 NZ ドルの追加資金を表明したのだ。A2では能力強化、市場アクセス改善、持続可能な経済発展支援に重点を置き、サモアは協定を通じて地域に実際的な利益をもたらす決意を再確認したのだ。スンダモン、包摂と地域協力、観光収入の回復が気候変動に直面する太平洋の島々の未来を支えるなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。